結論を申し上げますと、です。梅原さん、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。梅原さんがモンドに帰ってきてくださって本当に嬉しいです。7月24日の配信が楽しみで、これ前回ですよね。実は私もお便りを投稿させていただきました。手帳の24日欄にシールを貼って、スマホのアラームを16時前にセットして、ワクワクしながらモンド配信を待ちました。ですが、最後まで私の分は読まれませんでした。今日はそのことを相談させてください。その前に一つお尋ねします。梅原さんのモンドアカウントには、サブスクライブ機能がオープンしていることをご存知ですか？毎月500円のブロンズプラン、毎月1000円のシルバープラン、そして毎月2000円のゴールドプランです。上位2つのプランには特典として確約ではないものの優先的に配信中に質問を読ませていただきますと書かれております。ちなみに私はこの1つのアカウントでブロンズ、シルバー、ゴールドの全プランに加入済みです。この手のサービスで複数プランに同時加入できるのは珍しい仕様だと感じます。言うなれば、左手にはサイコパワー、右手には殺意の波動、そして2つの力を束ねて強化する丹田エンジン。これらを一身に兼ね備えているのが私という素体だと思っていただいて結構です。が、ダメ。私のお便りは読まれませんでした。全6通ともボツ。なぜでしょうか？やっぱりクソつまんないからでしょうか？これからも応援いたしております。どうか暑さに気をつけてお過ごしくださいませ。ですね。この問答を前回読みまして、実はですね、このプランというものがあるというのは知ってたんですよ。知ってたんですけど、どこにそのプランに加入してあるかどうか書いてあるかっていうのは知らなかったんですよ。というか気づかなかったんですよ。で、言われて見てみました。そしたら確かにこの方、3つのプラン加入されておりました。そしてそんな人他にはいませんでした。あなただけです。はい、本当に。で、しまったなと、これは。全く気がつかなかったと。なぜ私は見落としていたんだろうと思い、遡りました。ね。その3つの三種の神器を身につけた、あなたのモンドを探させていただきました。ありました。いくつか。ね。で、それで、おーと思ってみました。で、結論を申し上げますと、クソつまんなかったです。いや、違うんですよ。これ本当に気がつかなかったからなんだけど、ごめんなさいね。気がつかなかったから出すよ。出すけども、ちなみにどんな内容だったかっていうと、梅ちゃんの好きな色何色ですかとか。いや、でもね、正直、このプランに加入されてることを知っていたら、読んでたと思う。だって、ねえ、三種の神器身につけてるわけだから読んでたと思うんだけど、マジで気がつかなくて、本当に申し訳ない。これを知ってたら読んでましたよ。好きな色はね、緑ねとか、嘘ですけど、緑好きじゃないですけど別に。とか言ってましたよ。ほんとすいません。もう気づきませんでして。ごめんなさい。ね。でも今日読みましたから、成仏してください。はい。じゃあ、これ。はい。いつも配信楽しみに見させてもらっております。一つご相談をさせてください。
友人対戦についてです。私は去年の冬ほどから友人の勧めでギルティギアを始めました。思いのほか、あまりランクマでもそこそこのところまで行けるように、なり、また友人とも切磋琢磨しながら楽しんでおります。ですが、その友人との対戦で問題を抱えるようになりました。それは主要キャラについてです。私は変わったキャラクターを使うのが性に合っているらしく、メインでアスカかなという盤面制圧をするようなキャラを使っています。攻め込まれると切り返しがきついといった性能を悩みつつも、キャラ愛があり、何より使っていて楽しいです。しかし、やられている側からすると、そうでもないようで、ガードをさせられる時間が長くつまらない。こっちはどうすりゃええねん。やってることやばすぎと不満をぶつけられることがよくあります。キャラクターも甘えを咎めるようなプレイングもどうも面白みに欠けるようです。彼の方が勝率は高いはずで、私も随分苦しめられてはいるのですが、あまりに強く言われるので一時期手加減とまではいかなくとも遠慮がちなプレイをすることもありましたし、サブキャラを使って納得してもらおうとも考えました。ところがサブではポチョムキンやザオトといった投げやハメ性能の高いキャラを多く使い、尖ったキャラが好きなせいで、またこちらでも結局文句を言われてしまう始末です。確かに相手を拘束するようなキャラは攻めと守りの時間が平等ではないと感じるので、私も感情としては少し理解できるのです。私はこれまでノラとも友人とも対戦してきましたが、ノラに初見狩りのような奇襲で勝つよりも、手の内が全て分かりきっている友人と読み合いをして勝つ方が好きだと思っています。楽しさとしても精神衛生としても格ゲーとして楽しい時間になると思っています。なので中下卓や表裏卓、有利フレーム、されたらきつい行動など聞かれたことにはできるだけ答えてきました。それでも彼の不満は解消されません。私はこれからも愛するキャラを使っていきたいと思っていますし、友人とも熱い戦いをしていきたいと思っています。今後どうすればヘイトを買うことなくプレイができるでしょうか。私自身が変わるべきところ、相手に変わってもらう方法など何でも大丈夫です。ご意見よろしくお願いします。長文になりまして失礼しました。今後の活動、ご利用くださるよう応援しております。まあ、普通のどこにでもある光景だなと思う。これってさ、別に、前にもね、似たような質問に答えたことあると思うんだけど、格ゲーに限らずなんだよ。例えば、別にカタンでもいいし、麻雀でもいいし、飲みでもいいんだけど、一緒に行っても面白くねえなっているやん。一緒に麻雀しても面白くねえなとか、一緒に飲みに行っても面白くねえなとかさ、一緒にカタンやっても面白くねえなとかさ、一緒に散歩してても面白くねえなとかさ、いるんだよね。で、だから要するに格ゲーっていうゲームを通してるから、誰とでも楽しく遊べると思ったら大間違いで、やっぱりそれは、人間がやることだから、遊んでて楽しい相手、楽しくない相手っていうのはやっぱ、いるんだよね。で、それはだから価値観、だからあなたの尖ったキャラが好きっていう部分が、この友達との、楽しい遊びっていう部分でのズレがあるんだよね。あなたの思う楽しいは、その友達の思う楽しいじゃないんでしょう。で、俺も昔は、今みたいにプロとかね、あとはいわゆる格ゲーの聖地みたいなところ行けばさ、みんなガチ勢だから、こういうことを、言う人ってのは少ないけど、その辺のゲーセンなんてこれのオンパレードよ。このキャラつまんねえから対戦しねえ、みたいな。ね。今で言えばな、このキャラつまんねえからブラックリスト、みたいなノリだよ。でもエンジニアでやってる人たちはそんなもんじゃん。何でもかんでもさ、ねえ、全部のキャラと単対戦しなきゃいけないんだよ、みたいな。そっちが普通だと思うけどね。だから、この友達とそれでも楽しく遊びたいんだったら、その友達が納得できるようなキャラクターを選ぶ。俺は昔実はそれやったよ。一つを、秋葉原でやった時に、バイソンが嫌われてたから、バイソンの方が勝てたけど、竜とかガイルっていう周りの人たちが納得するようなキャラを使うっていうことはした。で、そういう風にするのもありだよね。どうせ、エンジョイっていうか、どうせ遊びというか、趣味の世界だからさ。
かもしくは、もうちょっとゲームっていうものにちゃんと向き合いたいっていうことであれば、一緒に遊ぶ相手を変える。ゲーム、まあ、この友人とは別にプライベートで付き合ってもいいと思うんだけども、ギルティをプレイする相手は変えるとかね。っていうのがいいような気がする。自分が変わるか、環境を変えるか。相手は変わってくんないからね。まあ、どっちかがいいんじゃないかなと思うけど、まあでもやっぱり最初に言ったようにどこまで行っても、所詮人間がやることだから、格ゲーだろうが麻雀だろうが、どんなゲームだろうが、一緒にやってて合わねえなってやつはいる。こいつと遊ぶの面白くねえなってのがあるから、まあそこは、まあしょうがないよね。と思うけど。